皆さんこんにちは、シオネルです。あいにくのお天気ですが、今日はとっても楽しみにしていた日、ここ釧路駅から根室本線花咲線に乗車します。釧路駅から根室駅まで環状する予定です。2時間半の長旅にはお弁当が必須。釧路駅のおにぎり屋さんでゲットしました。本日乗車するのは8時21分発地球探索鉄道号です。とってもワクワクする名前ですよね。名前だけじゃない最高の景色が待っているのでとっても楽しみです。雰囲気を楽しめる気がします。来てます。国鉄最後の時期に製造されたキハ58型機動車。前回の専門本線では置き換えにより乗車できなかったので、この車両で旅ができることにテンションが上がっています。1号車は自由真っ白な国鉄車両に真っ赤な花マスが舞うシンプルなデザインがとっても可愛いです。字体も高嶺の花を感じさせて、とてもバランスがよく感じます。本日私は指定席を取りました。夏季限定の指定席はエキネットからも予約できます。こちら2号車は一部指定席となっております。2号車は北海道の恵みシリーズ車両。こちらは釧路湿原の動植物と十勝の実りを表現した森の恵み車両です。そしてキハ40が使用されています。早速乗車します。床や背もたれ、テーブルには木が使用されていて暖かい雰囲気。セミクロスシートで青みがかった緑色の座席にウキウキしますね。1枚は上に固定されていますが、極寒地に使用される車両ならではの2枚窓。優先席がちょっぴり秘密基地感があります。お手洗いは和式。私は使えないのですが、時代を感じていいなと思います。助手席はロープで封鎖されており、きっと私も含めて座りたくなっちゃう人が多いのだろうなと思いました。こちらのボタンで操作ができる、おそらくこれがクールファンだと思うのですが、扇風機の代わりでしょうか。クールファン横のこちらはもっと分かりません。ちょっと上げる？あ、できるんですか？あ、でもまず雨が入って。これくらいで大丈夫。ありがとうございます。あ、なるほど。雨が大丈夫ですか？私なら全然。雨の影響か27分遅れで出発。出発とともに大きくなるエンジン音、かっこいいですね。たくさんの建物を見るのはほんの少しの時間だけ。前回の専門本線に引き続き、片耳につけているイヤホンではココシルアプリで沿線ガイドを聞いています。ここから先電波がつながりにくいところも多く、先に一通り聞いておくのもいいかなと思いました。北海道で一番長い鉄道路線 JR 根室本線。このうち釧路と根室を結ぶ路線が花咲線と呼ばれています。日本離れした景色を楽しめることで人気の日本の最東端を走るローカル線です。武佐駅に到着。周辺は住宅街です。武佐駅を出発すると一気に緑が多くなります。
乗車して10分ですが、早速北海道といえばのザンギ弁当をいただきます。車内でのお弁当タイムと根室駅到着後のご飯のためにホテルの朝食は軽めで我慢しました。列車に揺られ変わりゆく景色を楽しみながらのお弁当は格別です。ちなみに落石駅、根室駅で受け取れるお弁当の予約販売もあるのですが、予約期間を逃してしまいました。受け取れる場所的には根室からの上り列車で利用する方がゆっくりと食べられそうです。緑の中を走っているといろんな植物を観察することもできます。そして窓も開けているので石油の匂いがしますね。それと音がかなり大きいです。現在は別府川に沿うように走っています。雨の影響で真っ茶色ですね。アマゾンに来た感じ。今は使われていない線路もありました。見ての通りかなりの強風です。最近の北海道はかなり暑く、車内も暑いのでこれくらいがちょうど気持ちいいです。上尾幌駅に到着。周囲の緑豊かな風景や静けさがなんだかノスタルジックな気分にさせてくれます。列車と木々の距離はびっくりするほど近いです。車体に勢いよく打ちつけられる木々の音がたまに怖いくらい。車内に注意書きも書いてありますが、窓から手や顔を出すのは本当に危険なので要注意。別府駅から小幌駅間はエゾシカがよく出現する区間。今日は雨が激しく降っており、きっと鹿たちもどこかで雨宿りをしているのだろうなと思いました。帰りには何頭か見ることもできました。だるま駅、かわいいです。出会う駅舎一つ一つに特徴があってとっても面白いです。大量の石が敷き詰められていました。どんな理由なんでしょうか。広大な草原の奥には牧場が見え、大雨に打たれてもへっちゃらな馬たちと出会います。門静駅に到着すると、こちらにもさっきと同じ石が敷き詰められています。線路の石と同じ感じなのでしょうか。なんだか陽気で可愛い門静駅。門静駅を出ると、ここからは海沿いを走ります。実はすでに見えています。厚岸湾です。真っ白なベールが降り注ぐ厚岸湾。空と海が一体となり、視界は曖昧で幻想的です。厳かな雰囲気を感じさせます。厚岸湾ではプランクトンが多く、カキやアサリ、ウニ、ホッキなどが取れる海産物の宝庫だそうです。今向かっている厚岸駅近くの道の駅では、カキを中心に海の幸が食べられることで人気だそうで、次は降りてみたい駅の一つです。厚岸駅が近づくと突然住宅も多くなり、厚岸湾の水産業を支えている方々なのかなと想像します。そしてルパン三世のラッピングトレインにも出会いました。一人一人イメージカラーの影があるのがとっても可愛いです。全く波がなくて不思議ですねと相席の方と話していたら、こちらは厚岸湖、湖でした。ここには海水も入り込んでおり、汽水湖だそうです。奥にうっすらと見える山のような影にドキドキします。厚岸湖を過ぎると不思議な光景が広がってきますよ。
こは花咲線の絶景ポイント、ベカンベウシ湿原。動物や水鳥たちも多く生息する場所です。アッケシ湖とともにラムサール条約登録湿地に指定されています。水鳥の生息地としてこの湿地を大切に守っていく必要があるということですね。とっても神秘的な風景です。自然のパワーに癒されます。こんな景色は初めて見ました。車内駅にもルパンたちが。先ほどからお出迎えしてくれるルパン三世ですが、原作者のモンキーパンチさんの出身地が車内駅、浜中駅、姉別駅がある浜中町だそうです。姉別駅の駅舎ではルパンと銭形警部が銃口を向け合っています。こんなに素敵な路線沿線が出身地ってとっても羨ましいです。旧標別線分岐駅、アットコ駅、とんがり屋根がおしゃれですね。青春18切符のポスターになったベンチも通過します。降りたい駅がたくさんあって一度の乗車じゃ足りません。ここの沿線には白樺が多い気がします。現在走っているのは落石海岸沿いの断崖。太平洋の波が打ち寄せる雄大な景色を見ることができます。白樺についた苔がなんとも不気味な雰囲気を醸し出しています。正直天気が悪く残念な気持ちはありますが、それでもまた違った魅力で楽しませてくれる路線だなと思います。さあ、花咲線の旅もあっという間にラストスパートです。たくさんの馬と鳥。これは何の鳥だろう。手前のボコボコした草も気になるし、とっても忙しいです。初めて砂箱も発見して、草原だけじゃなくて馬小屋などが並ぶ風景も東京では見ることのない心躍る風景です。住宅が増え到着したのは東根室駅。こちらが日本最東端の駅です。終点根室駅へは歩いて30分ぐらいで行けるので、降りて記念写真を撮るのもいいかもしれないですね。花咲線終点根室駅に到着です。めっちゃ近いじゃん。根室で東根室。あえて作ったんだよね。最高なんでね。日本最東端有人の駅根室駅。ここまで運んでくれた車両はそのまま折り返しで釧路へと向かいます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。待っている間にも楽しめるような花咲線観光マップがあったり、根室市の小学生が作ったリーフレットなども見ることができます。お手洗いもあります。そしてこのコインロッカーの文字、思わず使いたくなっちゃいますね。
日本最東端の駅ということで黄色いポストがあります。そしてすっごく楽しみにしていた東京駅でいつも食べているお寿司屋さんの本店、美味しいお寿司も食べることができ大満足です。もちろん根室ならではのネタも食べました。花咲線誕生してきました。あいにくのお天気ということで動物とかもあんまり会えないかなって心配してたんですけど、それはそれで幻想的な雰囲気を楽しめて、動物もねしっかり見れました。鹿とか鳥もたくさん飛んでたし、あと牛と馬、これは多分飼われてると思うんですけど、普段ね人間が踏み入ることがないような場所を走行するので大冒険っていう感じがして本当に楽しかったです。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。